はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ、トヨです。本日は、あなたのおうちコーヒーが美味しくなるようなプロセスをお伝えしていけたらなと思います。まずは、僕がいつも言っているんですけども、コーヒーの味は豆が9割と思ってます。で、その理由を本日説明していきたいと思います。豆が味の方向性を決めるんですね。例えば入れ方がどうかというよりかは、入れ方の違いって、その豆の成分をどこまで出すか、どのように出すか。なので、味の方向性自体は、もうすでに豆が出来上がった時点で決まってるんですよ。なので、豆が大事なんですね。あなたにとって美味しいと思える豆が大事なんですよ。なので、自分にとって美味しい豆にいかに出会うかと。で、いかに自分の方向性を把握することができるか。で、これからのおうちコーヒーがどんどん美味しくなっていくと思うので、それについて本日は話していきたいと思います。まず、どこかでコーヒーを飲みましたと。あの時飲んだエチオピアのコーヒーが美味しかったなとか、いや、あの時のコロンビアのコーヒーが美味しかったなというふうに覚える方がもしかしたら多いかもしれません。でもそれだと情報が少ないんですね。コーヒーの味に最も影響する部分っていうのは2つあると思ってます。まずは焙煎度合いで、もう一つが精製方法。この2つがコーヒー豆に対する味わいに影響する度合いが一番多いと僕は思ってます。なので、もし美味しいと思ったコーヒーがあるのであれば、そのコーヒー豆の国だけではなくて、焙煎度合いと精製方法にも目を向けて覚えてもらえると、より次のコーヒーが美味しくなると思います。はい。なので、美味しいコーヒーを飲んだ時に覚えてもらいたいのは3つですね。まずは国。これは一番覚えやすいっていうのがあるので、国はね、大きな指標となる。で、次に精製方法を見てください。大体そのシングルオリジンと呼ばれる、一つのね、農園とかで作られた豆であれば、精製方法は記載があると思いますので、精製方法を見てください。大体一番後ろに書いてあると思います。これは味の方向性を決める大事な工程ですね。で、最後に焙煎度合いを確認してください。で、焙煎度合いはパッケージに書かれてないことが多いので、聞いてもらった方がいいとは思います。それぞれの違いを説明していくんですけども、まずは国によって気候とかが違いますし、立地とかによって、環境とかによって育ちやすいコーヒー豆の品種であったりとか、昔ながらある品種も違うので、コーヒーの味は多少変わることが多いです。ざっくりとした分け方になると、華やかな感じがアフリカ。で、酸味が少ないのが南アメリカ。コクが強めだったりとか、ちょっとスパイシーな感じのものが東南アジアみたいな、そんな風に分けてもらったらいいかなと思います。ただ、これはあくまでもざっくりとした分け方なので、一つの指標としてそういう傾向があると思えばいいですね。その辺はね、ご注意してください。二つ目なんですけども、その精製方法の違いによって、その味の大きな方向性っていうのはだいぶ変わってきます。で、精製方法の具体的な説明は別動画でも説明するんですけども、ざっくり言うと、まずコーヒーはコーヒーチェリーという果実の中の種なんですね。なので、果実の状態から、じゃあ種を取り出す。その工程のことを精製方法と言います。で、コーヒーって皮、果肉、種ではなくて、たくさんの層に分かれているので、その種だけを出すっていう、種子だけを出すっていうのが結構大変なんですね。大きく分けると、果肉の状態で天日干しをして乾燥させて、で、乾燥させたから、脱穀すれば簡単に取れるやり方。これが一番古くからあるやり方なんですけども、そんなやり方であったりとか、まず皮と果肉を剥いで、その他のやつを粘液質っていうミューシレージと言われる層を水の中で発酵させて除去していって、で、乾燥させて脱穀するという方法がボッチョっていうのがあります。この2つのやり方だけで、1つは果肉の状態で天日干しをするので、果肉の香りなんかが種に凝縮されるようなイメージなので、
より華やかな、よりフルーティーな感じ、果実を思わせるようなコーヒー豆に仕上がりやすいという感じですね。もう一つのウォッシュドというのは、皮を剥いで水で洗ってるようなイメージなので、よりスッキリした感じの、カモ豆そのもの、種そのものの香りが際立つような精製方法がウォッシュですね。それ以外にもハニーであったりとかアナエロビックとかいろんな精製方法があるんですけども、その精製方法、作り方によって味の個性っていうのはだいぶ変わってきます。そんな感じで全く方向性の違う味に変化するので、同じコーヒーでも。なので、まずは精製方法を覚えてもらえた方が、より自分の好みっていうのが把握できるんじゃないかなと思います。実際に飲んでもらってるんですけども、例えばウォッシュド飲んで、美味しいって思った方に、別のウォッシュドを飲んでもらうと、それも美味しいと言っていただきます。で、ウォッシュドが美味しい。でも、ナチュラルはちょっと苦手かなっていう人には、その他のナチュラルを飲んでもらっても、いや、これもちょっとな、みたいな感じになることが多いので、精製方法は覚えてもらえると、より自分の好みが把握しやすくなると思います。次に、焙煎度合いなんですけども、これは僕の中では、ステーキの焼き加減みたいなイメージで考えてます。人によっては、レア、ウェルダンでミディアム。ミディアムとレアの間にミディアムレア。で、ミディアムとウェルダンの間にミディアムウェルダンみたいな感じで、5段階あると思ってもらって。で、コーヒーも浅入り、中入り、深入り。中入りと浅入りの間に中浅入りみたいな。中入りと深入りの間に中深入りみたいなのが5段階あると思ってもらったらいいと思います。これも人によって、苦味が欲しい方っていうのは、焙煎度合いは深めの方が必ず好みの味に近いくなります。もう少しコクが欲しい人とか、濃い味が好きな人なんていうのも、基本的には深入りよりが好みになると思います。なので、その焙煎度合いというのは味わいにものすごい影響が強いので、これも確認してもらって自分の中での把握はしてもらいたい部分ではあります。それで方向性を覚えてもらうだけでよくて、っていうのは、例えばここの中入りと別の店の中入りって、焙煎の実際の度合いっていうのは若干違うと思うんですよ。若干というかめちゃめちゃ違う場合もあります。それはしょうがないです。なので、ある程度浅入り寄りが好きなのかとか、深入り寄りが好きなのかっていうのを覚えてもらえると、より自分の好みに近づけるのかなと思います。ただ、ブレンドされた豆っていうのは、焙煎度合いであったりとか、精製方法っていうのは記載がされてません。なぜかというと、ナチュラルも入ってるし、ウォッシュドも入ってるから、あえて書かれてないという風な形ですね。焙煎度合いも、ブレンドしてから焙煎するのであれば、ある程度記載されてるかもしれませんけども、別々で焙煎したやつを混ぜたってなった場合、焙煎度合いは記載はされてません。なので、その辺はわからないってこともありますし、ブレンドっていうのは基本的に特徴の少ないというか、大衆的により多くの人が好む味に仕上げているので、何かに突出した味があるというわけではないので、あまり気になさなくてもいいのかなと思います。今回話している内容に関しては、シングルオリジンでの話になります。はい、それではね、まとめに入っていきたいと思うんですけども、本日はコーヒーの味は豆が9割という風な概念の説明をさせてもらいました。コーヒーの味は豆でほぼ決まると僕は思ってます。なので自分の好みのコーヒーにたどり着けるためには、まずはコーヒー豆を知らないとダメだと思ってて、コーヒー豆の何を知っておけばいいのかと。国はまず覚えてらっしゃると思うので、それ以外に2つ今回は覚えてほしいなと思ったのが、1つは精製方法。もう1つは焙煎度合い。精製方法は味の違いなので、そこはある程度気にしてほしい部分ではあります。結構味に大きく違う部分ではあるので、ナチュラル、ウォッシュド、ハニーとアナエロビック。この4つ覚えていれば、ある程度の方向性はわかると思うので、精製方法を覚えてください。で、次に焙煎度合いですね。焙煎度合いは、酸味とか苦味とかを直接影響するので、あとはコクですかね。より重たい味になったりとか、軽やかな味っていう風になるので、浅入りであれば、酸味があって、より軽やか、爽やかな感じ。で、より深入りになると、その苦味が強調されて、よりコクのある、より重口になるようなイメージ
なので、この2つを覚えてもらえると、もし美味しいと思えるコーヒー豆に出会った時に、次もそれにつなげることができると思います。なので、今後コーヒー飲む時に、国だけではなくて、生成方法と焙煎度合いにもぜひ目をつけてみてください。これからもあなたのコーヒーライフがより一層楽しくなるように、より美味しいコーヒーにたどり着けるように、これからもいろんな動画をシェアしていきたいと思います。ではまた。感謝你看到最後。如果你喜歡這支影片，記得按讚，還有訂閱我們的頻道哦。天使藍咖啡有銷售自家烘焙的咖啡豆和濾掛包，想了解更多，歡迎點開下方說明欄的鏈接。謝謝。